僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて11月中盤に差し掛かってもう残り2022年も2ヶ月ほどになりましたね。皆さん韓国もねすごく寒くなってきたんですけど、皆さんね体には気をつけて、過ごしてほしいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でファースター。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、今日お送りするのはですね、実は新コーナーゆうたアワードです。毎回テーマに沿ったゆうたアットホームオリジナルの賞を発表するコーナーですね。僕ゆたが選んだ最優秀賞の方には番組ステッカーをプレゼントします。今回のテーマはめちゃくちゃ恥ずかしかったでしょう。たくさん届いてますので早速紹介していこうと思います。めぐめぐさん、ゆうたくんただいまお帰り。近所にお気に入りの激辛ラーメン屋さんがあるのですが、そこでお昼を食べた後スーパーに買い出しに行ったんです。しかしその道中ですれ違う人になんとなくチラチラと見られているようないないような、スーパーに到着して自動ドアをくぐるときにガラスに映った自分の姿を見てその視線の原因に気づきました。なんと激辛ラーメン屋さんで食事した際につけていた紙エプロンをつけたまま歩いていたんです。かわいいじゃん。プチパニックになった私はそのままスーパーのお手洗いに駆け込み、急いで紙エプロンを外しました。なぜラーメン屋の店員さんはお会計の時に教えてくれなかったんだろうかと。恨み事はできましたが、とにかくこんな恥ずかしい出来事はなかなかないので、お便りさせていただきました。恥ずかしかった。わらといただきましたね。そんなの日常茶飯事よ、こっちは。そんなんでこのゆうたアワードに入れると思ったらめぐめぐさん大間違いですよ。俺なんか裏返しとかすごいあるしさ、むしろわざとやってる体で歩いちゃってるからもう、そうね、多分ね、ラーメン屋さんもあれじゃない？この人気づいてへんからうちのお店の紹介させたら思って言わんかったんちゃうかなと思ってますけど。じゃあ次行きたいと思います。ナナトーマスさん、高校1年生の時友達とジョンさんのユーターのモノマネをして挨拶するのが流行ってました。放課後友達と教室を移動して勉強する予定だったのですが、会を間違えてしまい、まだ授業中の3年生の教室にユーターと言いながら入ってしまい、とても恥ずかしい思いをしました。ちなみにその後謝って静かに扉を閉めました。これちょっと恥ずかしいかもね。なんかあったような気もする。俺もなんかガラガラって入って違う教室やったみたいな時に。じゃあちょっと次行きたいと思います。めっちゃうまいねんけど食うてみるさん。私は視力が悪く普段はコンタクトを使用しているのですが、メガネも念のため作っておこうと思いメガネ屋さんへ行った時のことです。いつも視力検査の時にはよく見えなくてもなんとなく適当に答えてしまうのですが、その日もなんとなく右かななんて思って右と雰囲気で答えたら、検査の担当の方が一言すいませんひらがなが書いてあるんですと見栄を張らず正直に生きようと心に決めた日でした。悲しいね。でもあるよ、見栄張っちゃうとき。俺も結構多々ある。心理テストとかね、ちょっと見栄張っちゃうよね。例えばさ、睡眠時間とかもさ、6時間寝てるときもさ、3時間しか寝てませんとかさ、よくそういう見栄を張っちゃう。だからわかるんだよね、これ。恥ずかしいんだけどね。なんとなくわかるわ、これは。じゃあ次行きたいと思います。J の密着ストーリーはいつ始まりますかさん。以前、外出先のショッピングモールで娘がトイレに行きたいと言い出し、私はトイレ入り口付近で待ってました。なかなか出てこないので心配になったのでトイレ内に入り、娘が入ったトイレの扉の前でずっと大丈夫？ちゃんと水流すんだよと話しかけていたら、違う扉から娘が出てきました。びっくりすると同時に私誰に話しかけてたと一気に恥ずかしくなってしまって、その方が出てくる前にそっと出て行きました。多分トイレの中の人はそんな分かっとるわだったと思います。
いい話だと思いますけどね。娘さんを思ういい母だなって俺がトイレに入ってたら思うけどね。心配なんだろうなーって思うと思いますけどね。じゃあ次行きたいと思います。きゅうりさん。母と韓国旅行に行った時の話です。ガイドさんのおすすめで赤すりをしに行くことになりました。案内されるがままに行動していたのですが、赤すりの前に全身泥パックをすると言われ、案内されたのが大浴場でした。一人ずつ呼ばれ、浴場のど真ん中で大の字のポーズを取らされ、これは恥ずかしいね。泥パックを塗られるのですが、目の前にはお風呂に浸かっているおばさま方、後ろには順番待ちのおばさま方がいて、360度丸見えの、まるで公開処刑のような状況に思考が停止してしまいました。その後ようやく個室に案内され、台に横になるように言われたのですが、スタッフの方が仰向けと言ってくれているのにずっとうつむせ状態で、仰向けとうつぶせの区別もわからなくなってしまい、母に大笑いされました。確かにね、これはすっごい恥ずかしいかもね。でも俺も韓国でよく赤すりしたいなと思うんだけど、そういう赤すりのところってさ、やっぱおじちゃんとかがさ、やってくれるんだけど、さすがにさ、そのおじさんも全裸なのね。さすがにきついよね。さすがに360度見られるのは恥ずかしいじゃん。360度見られたらもう見られるとこないからさ、もう堂々としていられるんだけど、そこのステージに行くまでがね、すっげえ恥ずかしいよね。これはわかる。めっちゃ恥ずかしい。ということで次行きたいと思います。かりんちゃんと呼ばれたいさん。私が飲食店でアルバイトをしているのですが、サザエのつぶやきをお客様に出すとき、料理名を省略してしまい、サザエでございます。明るい雰囲気で言ったため、まさに国民的アニメ。これは絶対嘘やろ。サザエのつぶやきをサザエでございますって言う？まさに国民的アニメ、サザエさんのようになってしまいました。とても笑われてしまいましたが、ありがたいことに、そのお客様はその後もうちのお店に来るたび、サザエはあるのと聞いてくれるようになりました。いい話じゃないですか。確かにね、言った側は恥ずかしいかもしんないけど、お客さんとしては面白いかもね。この人、何これギャグで言ってんのかなみたいな。で、この人いい人だなって思うかもね。うん。ということで、ユータアワード、今回めちゃくちゃ恥ずかしかったでしょうへのメッセージたくさんありがとうございました。そうですね。恥ずかしいっちゃ恥ずかしいのかな、やっぱね。なんか、エプロンつけっぱなしとかさ、大体俺経験してるけど、そこまで恥ずかしいと思ったことないんだよね。なんかそういうタイプだからな。どうだろう。でもこれかな。きゅうりさんの360度丸見えの公開処刑はね、さすがに恥ずかしいね。ね。それはさすがに恥ずかしいね。ということでですね、今回のユータアワードは、きゅうりさんにしようと思います。きゅうりさんには番組ステッカーをプレゼントします。さて、ユータアワード次回のテーマはプチ自慢賞です。あなたのちょっとした自慢話や地味だけどこんなことできますといったエピソードを送ってほしいなと思います。ちなみに、僕のプチ自慢か。プチ自慢なぁ。そうね。ボール投げるのうまいとかね。コンサートの時のボール投げるのうまいとかぐらいかな。プチ自慢ね。そうね、難しいね。今ちょっとパッと思い浮かばないけど、なんかこう、面白いのあればね、皆さんぜひ送ってほしいなと思います。メッセージはオーディナにある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。それではここで一曲をお送りしようと思います。ワンオクロックで Let Me Let You Go。NCT127 ゆうたのゆうた at home。ゆうた at home。NCT127 ゆうたのゆうた at home。お送りしたのはワンオクロックで Let Me Let You Go でした。皆さんからのメッセージをここで紹介しようと思います。ラジオネームことはさん。今まで共感してもらえたことがないのですが、私はエレベーターの匂いが大好きです。どういうこと？独特な匂いを嗅ぐために用事がなくてもわざわざエレベーターがあるお店に行くほどです。エレベーターってさ、エレベーターによって匂い違うくない？家族や友達に話しても匂いが好きな人はなかなかいないみたいです。すごいね。嗅覚がすごくいいのかね。なんか新品のエレベーターはさ、新品の匂いするしさ、ちょっと臭い時も あればさ、いい匂いする時もあるじゃん。俺もね、なんかこう会社のエレベーターとかよく乗るんだけど、今日なんか誰かすっごい香水つけてきてる人乗ったんだなとか、なんかそういう匂いは分かることあるけど、なんかこれがエレベーターの匂いだっていうのは一回も思ったことないかもね。いつか共感してくれる人と出会いたいです。これ難しいんじゃない？共感してくれる人いるかな？エイダさんは好きな匂いなんかありますか？俺はね、好きな匂いは意外と甘い匂い好きかもね。
あとですね、他に好きな匂い、やっぱ僕結構おばあちゃん子だったっていうのもあって、やっぱおばあちゃん家ってさ、木がすごく多かったのね。田舎だったし。だから、タンスのね、木の匂いとか、自然の匂いを嗅いだ時は、すごくこう落ち着くというか、おばあちゃんを思い出すというか、家を思い出しますね。ということで、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、スーパープリーチテイリピョンさん。突然ですが、ゆうたくんに感謝していることがあります。近頃、ゆうたくんのインスタのストーリーで、テイリピョン観察日記 by ゆうたくん。ね、そうね、してますね。開催されていましたよね。現在進行形ですけどね。スーパープリチーなテイリピョンにとっても癒されていました。ありがとうございます。ぜひともゆうたくんにはこれからもテイリピョン観察日記を継続していただきたいです。最後に質問があるのですが、テイリピョンはカメラを向けるといつもノリノリで反応してくれるのですか？テイリピョン観察日記の裏側をよければ教えてほしいです。これね、そうね、ノリノリで結構やってくれるよ。結構、いつも寝てるやつ撮ってるやない撮ってるけど、結構な確率で、俺とテイリオン結構角度とかもこだわってるから。いわばコンテンツ撮影と一緒で、寝てる体で、ちょっと今日はごめんやけど、寝てへん時もあるよ、そりゃ。そんな360日あんな寝てるわけないやん。やけど、さすがに、定例観察日記を始めたから、ちょっとそのテイリオンの寝てる姿をどうしても撮りたいと言って許可をもらって、で、OK 出えへん時もあるからね、あれ。OK 出えへん時もあって、ちょっと、これはあかんみたいな時もあるし、普通に。だから、イメージテイリオンがすっげえ寝てるっていうイメージになってるけど、寝てるよ。90% は寝てるんやけど、10% は結構作ってる。それこそね、ロサンゼルスの写真とかは、ロスでコンサートだった時の写真とかは、入念にこう、角度とかもチェックしてね、撮ってますから。それは、もちろん俺が闇雲にこう、テイリオンの寝てるところをカシカシ撮ってるわけじゃなくて、結構入念にやってますから、こっちとて。これからもね、テイリピョン観察日記どんどんしていこうと思うので、はい。ということで次行きたいと思います。ラジオネーム、メイチュンさん。ゆうたくんただいま、お帰り。今日はゆうたくんに励ましのお言葉をいただきたくてメッセージを送りました。私は現在、保育系の大学に通っており、就職活動真っ只中です。ですが、なかなか内定先が決まらず、毎日将来に対する不安を抱えています。周りの友人は続々と就職先が決まり、比べてはいけないと分かっていても、焦りが出てきてしまいます。そこでゆうたくんにぜひ励ましの言葉をいただき、これからの就職活動への活力へとさせていただきたいです。寒い日が多くなり、体調を崩しやすい時期ですが、お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいというメッセージいただきました。そっか、みんな大変だな。まあでも、やり続けるしかないよね、こういう時ってね。すごく大変な時期だと思うけど、それこそさ、ここを頑張ると、ここを乗り越えないと、それこそね、多分明るい未来っていうのは待ってないと思うので、すごく大変な時期だと思うんですけど、くじけずにね、頑張ってほしいなと思います。僕も応援してます。メイチュンさんもね、体に気をつけて、頑張ってほしいなと思います。はい。ということで次行きたいと思います。ラジオネーム、コメコさん。ゆうたくんただいま。私は最近口笛にハマっています。NCT127 のフェイバリット、スティッカー、NCTU の Make a Wish は、笛や口笛の音があるので、曲を流しながら口笛するのがとても楽しいです。俺口笛吹けないんだよね。実は口笛が得意ではなかったのですが、いつの間にか吹けるようになりました。コツはひょっとこの口にして、唇に力を入れず、舌先を、下顎の前歯の裏に軽く押し当てる感じで、空気を出すときは頬を膨らまさず、唇に向けて、軽く吹き込む感じです。別にもうこの際口笛吹けるようになりたいとも思わへんけどね。やってみようかな。コツはひょっとこの口にして、唇に力を入れず、お、こんな感じ？さて、続いての曲は NCT127 の Two Bodies。Yuta at home. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。
今月もゆうたの一問一答質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。じゃあ Ready Go。 もし資格を取れるならどんなのが欲しい？料理師免許、芸術の秋見に行くなら現代アートは、西洋絵画、西洋絵画かな。最近緊張したのはどんな時？じゃないね、最近は。天気雨は別名何の嫁？うわー、狐の嫁入りだ。ということでゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットもお楽しみください。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。Yuta at home。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。口笛はね、吹けませんでした。この際もう諦めます。最後にこの方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームちっちさん。ゆうたくんただいま、お帰り。毎日バタバタしているけどラジオの時間だけゆっくりストレッチしながらリラックスして聞いています。ゆうたくんの声がすごく好きなのでアニメ映画とかの声優も絶対素敵だと思っています。いいね、機会があればやりたいね。もし声優するならどんな役のキャラクターをやってみたいですか？何でもいいけどやっぱちょっと男前なキャラクターがいいよね。男前なクールなキャラやってみたいですね。ハウルみたいな、木村拓哉さんが言ってたハウルみたいなかっこいい感じのキャラクターで活かしてほしいですね。はい、お願いします、どなたか。ということでですね、皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋に皆さん遊びに来てください。バイバイ。천천히 내게 알려줄 테니 1, 2, and like 7 o'clock 너와 함께하는 time 세상을 stop. Then I need you baby 4, 5, 6 or 11 o'clock yeah. 꿈속 날 끝밖에 돼. 이 순간은 내 기억 속에서 매일 time just stop. 시간으로 이루어내 빼고 깨우 완벽해 타는 거 I don't mind yeah. 네 미소 도는 눈물 어린 모든 time wanna press pause wanna press rewind girl you shaking and breaking me 우리 원이 되니까 넌 나의 끝이자 나의 모든 start 네 일조를 나에게 줄